皆さん、こんにちは。みさきです。今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。今日のテーマは、私のハロウィンの話です。日本では、毎年、秋になるとハロウィンがとても盛り上がります。私は去年、まゆと一緒に面白い服を着て、東京の渋谷へ行きました。渋谷は、ハロウィンの時、たくさんの人が集まる、とても賑やかな街です。今日は、その時の話をしながら、コスプレで使える、すぐに役立つ日本語を教えますね。この動画を見て、あなたも日本のイベントがもっと楽しくなることを願っています。最後まで、一緒に楽しく勉強しましょう。まず、1ヶ月くらい前から、私はワクワクしていました。何のコスプレにするか、とても悩みました。でも、一つだけ決まっていたことがあります。それは、私とまゆは、二人とも、鬼滅の刃というアニメが大好きだということです。まゆと毎日、ビデオ電話で話しました。今年は、絶対に、鬼滅の刃にしようね。そして、誰の役がいいかなと相談しました。まゆが、私は主人公の炭治郎にするね。君は、炭治郎の妹の禰豆子がいいよ。二人で、並んで歩きたいと言いました。私も、いいね。絶対に可愛いよ。と、すぐに賛成しました。こうして、私たちのコスプレは、禰豆子と炭治郎に決まりました。何々にしようかなというフレーズは、何かを決めるときに、相手の意見を聞くときにも使える大切な言葉です。お昼ご飯はラーメンにしようかなのように毎日使います。私たちはすぐに服を買いに行きました。でも少しだけ自分たちで手作りする部分もありました。例えば、まゆの炭治郎が持つ刀はレプリカ、本物ではないものですが、そのままではちょっと色が地味でした。まゆが刀の鞘、ケースを黒く塗りたいと言ったので、二人で協力して色を塗りました。私は禰豆子の竹を口につける紐で作りました。竹を口につける紐がすぐに取れてしまって、とても大変でした。まゆ、ちょっとここを持ってて。じゃあ、私は紐をもっと強く結ぶね、と二人で協力しました。悩んだ結果、私はピンクの着物を着たアニメ「鬼滅の刃」の禰豆子の服に決めました。口には小さい竹をつけていました。これが禰豆子のコスプレの大切なポイントです。髪の毛も禰豆子のように長い黒髪にオレンジの色を少し入れました。竹を口につけるのは大変でしたが、みんなに本物だと言われて嬉しかったです。私はこのコスプレのためにメイクも自分で頑張りました。禰豆子は目がとても可愛いので、目の周りを少しピンクにして大きく見せるように工夫しました。準備には普通の日の2倍くらい時間がかかりました。でも鏡を見て、禰豆子になった自分を見て、これならきっとみんなに喜んでもらえると感じました。まゆの炭治郎の件も1日前に2人で一緒に準備しました。さて、いよいよハロウィン当日です。私は朝からコスプレの服に着替えて家を出ました。服がちょっと大きくて歩くのが大変でした。そして電車に乗ってまゆと渋谷で待ち合わせをしました。ここで一つ大切な日本のマナーの話をします。コスプレの服は大きかったり硬いものがあったりしますね。電車の中や人が多い場所では周りの人にぶつからないようにとても注意が必要です。私は大きな袖の着物を着ていましたから、電車に乗るとき前にいる人にこう言いました。すみません。
大きなものを持っています。ぶつからないように気をつけますね。私たちは電車の中で、ああ、もうすぐ渋谷だね。すごく楽しみと小さな声で話しました。渋谷の駅を降りた瞬間、もう雰囲気が全然違いました。駅のホームから魔女の帽子やヒーローの大きなマントが見えました。街はまるでテーマパークのように人がたくさんいました。まゆと駅前で会って私はすぐに言いました。わあ、あなたのコスプレ、すごくかっこいいね。まゆは同じく鬼の葉の主人公の炭治郎の服を着ていました。まゆの炭治郎の服は緑と黒のチェックの羽織がかっこよかったです。腰には日本刀のようなレプリカの剣もつけていました。まゆはとても嬉しそうに、ありがとう。あなたのも最高に似合っている。と言ってくれました。相手のコスプレを褒めるときは、似合っていますや、かっこいいを使いましょう。似合っていますは、その服がその人にぴったり合っているという意味です。もし、かわいい系のコスプレなら、かわいい。と、大きな声で言いましょう。私たちは、渋谷のスクランブル交差点の近くに行きました。ここは、世界で一番、人が多いと言われる交差点です。この日、交差点はもう、まるで映画のセットのようでした。怖い顔のゾンビや、キラキラ光るお姫様の服の人、そして、みんなが知っているマリオの服の人まで、何千人もいました。交差点の近くの大きなビルには、ハロウィンの大きな広告がキラキラ光っていました。音楽も聞こえてきて、体が自然と動き出すようでした。その時、私の前の人がピカチュウのコスプレをしていました。後ろからは全身を銀色に塗った人が歩いてきました。渋谷の街全体が美術館のようでした。炭治郎のコスプレをしたまゆと、あっちの人もすごいね。どうやって作ったのかなとずっと話していました。人混みの中でコスプレをしている人を見つけるのはとても楽しかったです。みんなスマホで写真を撮ったり手を振ったりしていました。私もドキドキして体が熱くなりました。人が多すぎて歩くのが大変でしたが、みんなの笑顔が見られてとても楽しかったです。次に一番楽しかった体験を話しますね。それは写真撮影です。私はまゆと歩いていると外国人のグループが近づいてきました。彼らは丁寧な日本語で私に話しかけてくれました。彼らはアメリカやヨーロッパから来た人が多かったです。すみません。一緒に写真を撮ってもいいですか？私はとても嬉しくて、すぐに笑顔で答えました。はい、もちろん、いいですよ。何々してもいいですか？は、何かをしたいときに、相手に許可をもらう、とても大切なフレーズです。お店で、これ、見てもいいですか？のようによく使います。写真を撮り終わったら、こう言いました。わあ、ありがとうございます。すごく楽しかったです。感謝の気持ちを伝える言葉はとても大切ですね。この後、私たちは少し休むために近くのカフェを探しました。カフェも人がいっぱいでしたが、お店の人が親切に、着物が濡れないようにこちらにどうぞと席を案内してくれました。逆に、もしあなたが誰かのコスプレを見て一緒に写真を撮りたいと思ったら、丁寧にこう聞いてみましょう。すみません。あなたのコスプレ、とても上手ですね。写真を一枚撮らせてもらってもいいですか？何々してもらってもいいですか？は、とても丁寧な言い方で、知らない人に話しかけるときにぴったりです。日本のハロウィンは、コスプレを通じて知らない人とも交流できる特別な機会です。
服の力で、普段は話さないような人とも楽しく会話ができます。これが日本のハロウィン文化の面白いところです。普段はあまり人に話しかけない日本人でも、この日だけはみんなフレンドリーになります。それはみんなが同じ楽しいという気持ちをシェアしているからですね。この同じ気持ちをシェアするというのも日本の大切な文化です。Thank you for watching. See you next time.